現時点今は3月の19日、午後の2時38分でございます。OK。話したいのは、ゴールマン・サックスのこの警告です。何を言っているのか、なぜ警告しているのか、で、なぜウクライナに対して市場は楽観すぎるのか、こちらの解説をしていきたいと思います。はい。ゴールマン・サックスが言っていることを読んでいると、特に今の上昇率をヨーロッパスタック600を見ると、これヨーロスタックス600って言って、僕がよく、毎日皆さん見ているヨーロスタックス50よりもうちょっと幅広い、指数なんですね。でこちらの方を見てみると、この指数、ヨーロッパ指数は、ロシアがウクライナを侵攻した時点までにほとんど戻っています。で、こちらの方を見ると、ゴーマンが今言ってるのは相場はちょっと楽観すぎるようなのか、これがほとんどウクライナの侵攻を何もプライシングしていないのではないかというふうなことを言っています。今は特にヘッジをするところが見つけやすい。ここはウォール街の言い方だと、マーケットが上がったので今は少しリスクヘッジとして株価とか空売りとか売ってもいいんじゃないかという考えだと思います。バークリーズの方でもゴールマンと同意しています。バークリーズは他のもう一つのでかい、ウォール街っていうか、ここイギリスですね。はい、投資銀行です。どうしてもここは平和条項があるとしても、ロシアの制裁はそう簡単には解除されないですよ。かなり時間がかかります。なので、ここで少し警戒を言っていますね。ちょっと楽観すぎる。ちょっとこの回復が早すぎるんじゃないか。ゴールマン・サックスの警戒です。さてと、我々投資家たちはこれをどういうふうに考えるべきなのか。今日は実は、久しぶりにもうちょっとテクニカルにすごく集中したいです。もともと僕はテクニカル分析が専門で、テクニカルが命です。チャートが大好きです。はい。で、特にテクニカル見て、今日皆さんに気づいてほしいこと、強い、はい、重要なことがあったかなと思います。今の SP500 アメリカの指数を見てください。これがちょうど止まってるのが、この青い線は上抜けた100日同平均。それプラス、この紫の線が200日同平均。そこまでたどり着いてない。これ大事だと思います。たどり着いていません。100日を突破した。Great。200日の方がもっと大事。何ですかというと、ロングタームのインベスター、長期投資家たちは、特に機関投資家の長期投資家たちは、やっぱり200日同平均を見ています。ここを下回ると、いや、もうちょっと今は、ポートフォリオの割合を株価を減らします。もうちょっと債金を増やします。金、ゴールドとか増やします。はい。安全の方を増やします。で、逆に、200日同平均を上回ると、また、リスクオンアセット、株価とか仮想通貨とかもっと増やしたくなります。これが大体考え方が昔からそうなんですね。だけど、200日の平均と戦おうとして、金曜日はまだ突破できてないようです。これがまず1点として、一番僕は注目する点だと思います。テクニカル分析として。はい。なので、ここに皆さん気づいてください。次に、ヨーロッパ指数を見ると、僕は特にヨーロッパ50をよく見てます。こちらの方はまだ100日にはまだたどり着いていない。4000っていうレベルがでかいですね。なので、もう少し上昇をして、この4000レベルを取り戻せるかどうかを示さないと、この元々のダウントレンドが終わったかは、ちょっとわからないと思いますね。特に MACD を見るとこの週足の方だとまだ下落トレンドになっています。この週足の MAC トレンドで、これはもうちょっと中期的な目線で見ると、いくら今の上昇でも4000を突破しないと、まだここは中期的な上昇トレンドには戻ってないヨーロッパ株と思います。はい。続きて今日他に分析したいのは、特にちょっとだけ警戒感が持つのが、アメリカ株の先物、やっぱり先物の相場を見なくちゃいけない。先物の相場はでかい。一番でかいマネーは先物で、動きが速くてすごい金額、もうここは何十億ドルを動くような相場はやっぱり先物を使うんですね。ここでよくやっぱり先物のポジションを見ると、SP500 の順当期の先物ポジション、確かに下がった。確かに2月から下がった。確かに1月から下がったけど、まだ歴史的に見ると、こりゃちょっと高いですね。
これはちょっと高いですよ。コロナの時にはこれがすごく下がって、で、上昇したんだけど、これ今下がって、株価が、特に米国株がものすごく下がって、ヨーロッパ株もものすごく下がって、これがみんなすごい警戒してる中で、けど、これが株価が 13% 下がったんだけど、ポジション的には先物はまだ高いですよ。いや、まだ高いですよ。ここも少し僕は警戒を感じます。はい。ここはちょっとね、まだまだ、I would say that 本当のボトム、長期的なボトムと呼ぶのは早いと思いますね。もうちょっとこのポジションがまた例えば2021年の平均ぐらいに戻ってからその後にもう少し明確に言えるかなと思います。はい。Let's look at the CNN Fear and Greed Index。これはよく毎日この頃見てるんですね。どれぐらい相場に、恐怖と強欲があるのか。今は37ですね。Wow。昨日までは26でした。1週間まで16、15でしたね。ものすごいここが今上昇してます。もともとものすごい恐怖のテレトリから今上昇しています。これは大体いいことだと思うんで、しかも上昇が始まったばかり。ヨーロッパ株と米国株を大きくと上昇しました。ここは嬉しいことだけど、ただし今の段階で相場が割安とはもう呼べないと思います。2週間前、1週間前はそうでした。だけど、今の相場は1週間前と変わった。実は3日間前とかなり変わったと思います。はい。なので相場はもう no longer cheap。割安とは呼べないと思います。はい。最後にちょっとだけ ETF の世界を見ていきたいと思います。特に、SP500 の ETF を見て、特にこちらの相場で ETF のボラティリティとオプションの世界を見ていきたいです。ここボラティリティとオプション SP500 の ETF、SPYを見ていますけど、今のインプライドボラティリティが下がってます。まだちょっと高いですね。ここ高いことは悪くないけど、スキューの方を見て、ここも平均に戻ってるね。これ別に悪くもないし、ポジティブでもない。ちょっと見方としてはニュートラルかな。中立に僕は考えます。大きなネガティブでもないし、だいたい平均にスキューが戻ってる。プットのインプライドボラティティ、コールスのインプライドボラティ。なので、ここは別にそんな影響はないかなとは思いますね。一応上昇トレンドには載ってます。ただし、どこまで続くのか、それと今は油断をしてはいけないというゴールドマンの、考えにどう我々は反応するのか。今まで僕はこの2週間ずっと買い。はい、リスクオン、ボトム。そういうようなビデオいっぱい出してましたね。最後に結論ですね。何をするのか、それと今は油断をしないというゴーマンの反応にどう考えるべきなのか。ゴーマンが油断するなっていうのは確かにそうだけど、SP500 の週足チャートを見るとこれものすごいでかい包み足でしょ。1、2、3、4、4週間を包んでる。かなりでかいじゃん。SP500 の方だと。ナスダックの方も見るとかなりでかいじゃん。1、2、3、4、4週間。こういうでかい包み足を見ると、いや、逆にちょっと油断してもいいんじゃないかなと思う。確かに、僕が一番気になるのは今日のアナリシスでは、やっぱり、相場のポジションは、割安ではないですね。確かにそれはそうです。確かに、順当期を見ると、まだ SP500 のポジションはここは割安ではない。けど一応チャートを見ると、これからの1週間、2週間、上昇トレンドは続く可能性が高いと思います。油断するな。はい、この数ヶ月間ではちょっと油断はしてはいけないと思う。だけど、この1週間では実は、ちょっと油断していいと思う。で、特に短期投資の方で、あなたが今、ちょっと株に手を出してみようかな、仮想通貨手を出してみる。いや、実は今はかなり安全な時だと思う。で、タイミングですね。これを短期か長期にするのか。短期投資の方も、ちょこちょことリスクポジションをもっと増やしていきたいかなとも思ってます。仮想通貨も面白い。株価を見ると、
やっぱりまだハイテク銘柄もちょっと面白い。そちらの方に、この1週間、2週間程度は短期投資ももう少しとリスクを実は取ってもいてもいいとも、ゴールマン・サックスの指摘は今回は僕はあまり同意していません。はい、確かに、まだまだここはウクライナとロシアの情勢は終わってはない。だけど相場はいつも未来を見ます。今日起きていること、明日のことは相場は気にしていないです。あんまり。もっと気にするのは数ヶ月後のこと、1年後のことです。はい。なので、今見ていて相場はもうここは OK。どこかのタイミングではロシアとウクライナも平和条項をだんだんと話してきました。今日、一応協議してきました。ここはどこかのタイミングで起こる。これをもうプライシングしてきた。でこのプライシングは合っていると思う。しかも、今週の FRB の利上げニュース、それと英国の利上げニュース、2つともの利上げをして、相場はそんなに悪く反応しませんでした。いろんなリスクファクターが沈んできたと思う。利上げがもう起こった。相場は大丈夫だった。ウクライナとロシア少しずつと安定してきた。今は実はゴーマンの指摘は僕は間違っていると思います。